こんばんは、はるです。今回は SBC 選手優先度ティアリストになります。現状ですね、作れる SBC 選手の中でどれを優先すべきなのかっていうのを、個人的にまとめた、ティアリストになります。で、これはですね、これまでの現段階だったりとか、強さだけの、ティアリストではなくてですね、やはり SBC っていう風なことにはなるので、もちろん強さも入ってくるんですけど、その中でコスパ面ですね、SBC の価格と、比較してどうかだったりとか、あとはやっぱりロマン的な部分。やっぱりサッカーゲームなんですけど、リアルサッカーとも連動しては、いますし、最近アイコンとかも、いるとは思います。そういう風なロマン的な部分、作って後悔をしないかっていう風な、ところも、一応このランク付けをする時に、自分が考えた、ものになります。なんでそういうのも含めて、今回ランク付けを、したので、紹介をしていきたいなというふうに思います。じゃあそれでは、早速紹介をしていきます。こちらがですね、SBC の選手、優先度ティアリストになります。D に入っている選手はですね、トリッソ、そしてバクですね、どちらもバースデーで来た選手たちですね。トリッソはね、それこそ、スタミナも、ペースも、あまり高くはないですし、バクに関しても、それこそ値段はね、7万ぐらいと非常に安くて、コスパ面ではいいんですけれども、本当に作るほどではない。その代わりは結構いる、多いっていう風な選手には、なりますね。だからこそちょっとこの2人は、ちょっと作ってしまうと、個人的にはちょっと素材はもったいなくなってしまうのかなという風な、ところで D です。で、そして C ですね。C はファンタジーフットヒーローのアルジャベル、入れました。彼に関してはですね、4-4になったっていう風なことは非常に大きくて、強さ的にはこれまでのアルジャベルとは、ちょっとね、1段階、2段階ぐらい上がった選手ではあるんですけど、個人的には、そうですね、この人もやっぱり代わりがいる。ような感じにはなりますね。どうしてもこの人を優先するような感じではないかなっていう現状、思いますし、アタッカーの選手でこのアルジャベルより強い選手っていうのはどうしてもいっぱいいるっていう風な現状にはなってしまうので、C という風な形になります。で、B ですね。B に関しては、ゴンサルベス、バースデーで来ましたゴンサルベス。そして、ALDBG のポトムですね。シャビ・シモンズ。そして、フットバースデーのアイコン、リバウド。そして、ブンデスの POTM ですね。ゲレイロ。そして、フットバースデーアイコンの、ガットゥーゾ。この5名入れました。ポトムですね。シャビ・シモンズだったり、ゲレイロに関しては、どちらも安いので、全然作ってもいいのかなっていう風には、思いますね。ですけど、特段、ゲレイロだったら使われるかもしれないんですけど、特段そこまでなんかめっちゃ強いみたいな選手ではなくて、軽いんですけど、やっぱフィジカル負けが、あったりとか、めっちゃ優先するべきっていう風な感じではない。素材が余ってれば作ってもいいんじゃないっていう風な形にはなりますね。シャビ・シモンズの場合は、作って使うっていうよりかは、素材として、おすすめっていう風な感じの選手です。ほんと3万ぐらいで、作れるので、今ね、87の、コインが、2万ぐらいで87の選手買えるんですけど、一時期3万超えてたので、その時だったらかなり優先すべき SBC だったかなというふうに思うんですけども、シャビ・シモンズ作るんだったら、SBC 要員として、作るのがおすすめなのかなっていうふうに思いますね。で、アイコンの2人に関しては、やっぱりリバウンドに関しては特に高いですし、その高さっていうのがちょっとこの値段、このランク B に行った、大きな理由かなっていうふうに思います。その分、強さだったりとかも、あれば、いいんですけど、強いんですけど、それこそ人によるかなっていうのは、思います。結構重たい選手だったりしますし、スキル5もあまりないので、ドリブル面だったりとかで少し人を選んでしまうような、カード、選手にはなるのかなっていう風に思います。本当にリバウド好きでとか、全然
愛があるっていう風な人だったら、まあそういうロマン度が高くて A とかに行ってる可能性はあるんですけど、本当にね、合わない人は本当に合わなくて、100万以上かかる SBC としては、まあ個人的にはですね、ちょっとめっちゃおすすめっていう風な感じではなくて、まあそこのこう、ちょっとコーツつけがたいような、プラスもあればマイナスもあれっていう風な感じで B に、しました。で、ガッツーズに関してもね、ロマン度は結構高いかなっていう風に、個人的に、思います。まあ、ペースが上がればかなり良かった選手ですね、強さ的に言うと。で、まあ、値段的にも40万と、まあ、今で言うと、まあ、高くもなく、低くもなくっていうような感じなのかなっていう風に思うんですけど、まあ、この人もまあ、作っても作らなくても、まあ、それこそ、好きだったら作ってもいいっていう風なレベルにはなるかなっていう風に思います。で、ゴンサルベスに関しては、まあ、この人もまあどっちでもいいかなっていう風な選手ですね。作ればそれなりに活躍はしてくれますし、値段も安いので、まあ、ですけど特段 A の選手と比べてしまうと、他の選手と比べてしまうと、まあそこまでこうなんか、この人もね、優先すべきって言い切れるような選手ではなかったので、個人的には B というような評価になってます。で、そして A ですね。A が一番多く入れていて、エンドオブワンエラー、エジルですね、最近来ました。で、そしてこちらも最近来ました TOTY アイコンのピレス。そしてこちらはですね、ブラヒム・ディアスなんですけど、今日までっていう風な感じになります。RTTF のブラヒム・ディアスですね。で、プレミアの POTM のサカ。そしてワールドカップアイコンのギャリー・リネカー。で、そしてセリエ R の POTM クバラツ・ヘリア。で、そして、こちらも最近来ましたね。トロフィータイタンズの、キーン、ロイ・キーンですね。そして、ラリーガ・ポトムの、グリーズマン。で、そして、フットバースデーのアレクサンドロという風な形になってます。まあ、エジルに関してはですね、まあ、やっぱりこの人もロマン度非常に高いですし、まあ、あとはこの人、ケミが合うかどうかですね。スパサブとしてはそこまで、かな、ペースがそこまで速くはないので、あんまりこう、スパサブとしてはもうちょっといい選手が代わりにいるっていう風な感じにはなるので、まあ個人的にはケミが合えば全然作っても、良くて、まあ非常にこう、かっこよくて、まあ比較的安くて、かつまあスキルもね、5になってるので、強いかなっていう風に、思いますね。で、そしてピレスですね。ピレスに関してはやっぱり値段的にも、まあ少しアイコンっていう風なことで高くて50万ぐらいはするんですけど、まああんまり、そうですね。この人もまあ、どちらかというと、人によるというか、ちょっと重たいような選手、まあ、ジノラにちょっと似てる、ぐらいの使用感なので、ジノラが使える方は、この人も全然ありかなっていう風に、感じますね。でも同じくアイコンのね、ワールドカップのリネカーだったりとかは、この人もシャビ・シモンズと同様の、まあ、イメージでいいと思います。この人の強さっていうよりかは、SBC に溶かすよのレート90の選手が無料でゲットできるっていう風な意味合いで比較的こう安いので、まあこの人も素材としてはかなりありだという風に感じるので A に入ってるという風な、感じですね。で、まあロイ・キンに関してもですね、やっぱりまあ非常に評価高くて、まあ個人的にも、ありかなという風に感じますね。フィジカルも強いですし、結構まあ取り切ってくれる場面っていうのは多くて、まあこれで40万だったら、まあ今の環境だったら普通に、安さっていうのはあるんじゃないかなっていう風に感じますね。でもあとはポトム勢ですね、サカだったり、クバラツヘリア、グリーズマン、あたり、まあ、特にサカは1個上のバージョンがあるので、そこをどう見るかだと思います。このサカ、プレミアの POTM のサカは10万ぐらいするんですけど、まあそこからプラス8万とか9万ぐらいで、OVR1 高い特別賞のサカが、まあ手に入れることできるんですけど、まあそこをどう見るかですね。個人的には、比較的特別賞のサカも安いので、まあ無理してこのポトンを作らなくてもいいのかなというふうにも思いつつ、まあですけどそれぞれのまあ状況があると思うので、逆にコインがあまりないけど SBC 選手いっぱいいる、SBC 要員いっぱいいるっていうような感じになると、まあちょっとサカ作ってみてもいいっていう風な感じになるので、で作って損はしないっていう風な、ところでサカもありかなっていう風に思います。で、クバレツエリアも安いです。非常に安いので、まあありかなっていう風なところで、まあフューチャースターもね、この人、
上のバージョンがあるので、坂ほどのこう値段の差っていうか、近くはないんで、ちょっと遠いんですけど、20万弱ぐらい遠いんですけど、SBC の価格としては。なんで、まあ、クバルツエリアを使いたいっていうのでいくと、まあ、フューチャースター届かへんから、このクバルツエリアでいいっていう風な感じでも、まあ、全然ありかなっていう風に思います。で、まあ、グリーズマンに関しては、まあ、普通に強さっていうのも、ありながらですね、役割意識も変わってはいるので、まあ、個人的にありかな。普通にあり。で、30万ぐらいで作れるんで、まあ、この人の強さっていうのを加味した場合、まあ30万は安いかな。まあ、この人もね、PTG があって、そちら55なんで、まあそこをどう見るかっていう風なところで、55でなくてもいいなら、普通にグリーズマンもありかな。作ってもマジであり。もう優先全然できるかなっていう風なところですね。で、まだブラヒム・ディアスとかは、今日までなんですけど、まあほんと CL のカードは、なかなか難しいですよね。うん。本当に、それこそ、まあ、負けたら作らなくてよかったし、勝てば作っときゃよかったし、みたいな、ちょっとギャンブル要素が、高いんですけど、まあそういう風なことは、まああんまり加味せず、まあ普通にセリエの、まあ、アタッカーの中で非常に軽いですし、まあ普通に使いやすいっていう風な意味で、あとはまあそうですね、 SBC の価格的にも安い、っていう風なこともあるので、まあ勝てば非常にまあ強くなるなっていう風なところで、まあそこまでこうなんかまあ優先すべきでないっていうような感じではなくて、どちらかというと普通にまあ作ってもいいんじゃないかなっていう風な SBC の中で A という風な感じですね。で、まあ一番右、後ろにいるサンドロですけど、まあこの人に関してはね、普通にやっぱり作ってもいいです。まあセリエの中で LB でいくとテオの次には強いかなっていう風な、感じですね。逆足5だったらかなり良かったんですけど、まあそこは惜しくもっていう風な感じ。まあですけど能力も非常に強く、安さもあって、結構おすすめかなっていう風に思います。で、S と A の間にいるのがリーガンポトムのウワッペですね。ウワッペに関してはやっぱり値段がめっちゃ高いっていうのがどうしてもあって、一番上にはいかなかったっていう風な感じです。最初、やっぱ、バペ強いから、S やなっていう風な感じで、一回入れたんですけど、いやでも高すぎるな。いざ自分が作ってみようとすると、いやこれ高えなーっていう風に思ったんで、やっぱそこで価格っていうのも重要視してるからこそ、まあ自分は S にはいかなかったっていうようなところですね。まあでも本当は S に行ってもいいぐらいやっぱ強さっていうのが抜群にあるので、まあ、ちょっとここは難しいところ、でしたね。だからここ間ぐらいっていう風な感じの選手です。で、そして S ですね、最後です。バースの選手がかなり多くなってます。カンテ、ペドロ、ラビオ、エンクンク、バンバと、そしてそこに昨日来たカルロス・アルベルト、プライムのアイコンの選手が、います。まあ、勝った、プライムのアイコンのカルロス・アルベルトに関してはですね、まあ値段もね、やっぱこの人もアイコンっていうようなことで高くて、60万ぐらいするんですけど、まあそれでもブラジルのサイドバックの中で、ね、今現状、カフーの次に強いかなもしくはカフーと同じぐらいか、それぐらいの選手なので、まあそれが、まあもしかすると人によっては無料でゲットできる、そういう風な選手にはなると思います。あとはブラジルの選手って結構やっぱりケミ的にも、ありがたいですし、まあ逆足4もあるっていう風なことで、さらに守備力もね、あって、ペースもあるので強さっていうのも加味して、比較的やっぱ強さはあって、まあ優先度は高い、一番高い S になってるという風な感じです。で、バースデの5人なんですけど、まあペドロだったり、ラビオ、バンバに関しては安さっていうのがありながらも強さも非常にあるような選手たちですね。やっぱりバースデーっていうことでスキル、もしくは逆足が5に変わってますし、まあ非常に誰が使っても、強く、さらに安価で、ゲットできるっていうようなことがこの人たちのまあいいところで、まあ現状の、SBC 作れるような SBC 選手の中では非常にまあ優先を
するべき、カード、選手たちにはなるのかなというふうに感じて S というふうにしてます。で、そして、カンテとエンクンクですね。まあ、こちらの2人は非常にやっぱり高い、100万を超えてくるような SBC の選手にはなるんですけど、まあ、強さっていう風なところもあって、作ってもいいかな。まあ、作るべきかな。どちらかというと、まあ、S に入れてるので、まあ、作るべきという風な言い方にはなってしまうんですけど、まあ、普通にありかな。全然作った方がいいかなっていう風に思います。まあ、特に、カンテはですね、カンテを入れたことによって、チェルシーの強い選手、例えばムドリクだったりとか、クリバリだったりとかをケミ面でも救えますし、まあそういう風なこう守備的なボランチとしては本当に最高レベルの、選手にはなります。まあエンクンクに関してもですね、まあエンクンクはそれこそ本当にまあ、そうですね、100万超えて、まあ強いバージョンがいるんですけど、その強いバージョンに関してが、この人の倍するんですよね。値段としては。この人が100万ちょっとで作れるんですけど、まあ PTG 上のバージョンのエンクンクは200万ぐらいで、獲得できる。コイン使わないといけないっていうような感じになるんで、ちょっとね、そこの差が開きすぎるっていう風なことで、まあ、本当にこう PTG 使えないから、エンクンク、このエンクンク作るっていうのでも全然ありです。坂とかは、ちょっとコイン持ってればすぐそっちに届くんで、なんで安いですし非常にいいんですけど A っていうような感じになったんですけど、エンクンクに関してはちょっと上のバージョンとのこの SBC のエンクンクの差がありすぎて、そっちに行かないっていう、まあ自分もそうなんですけど、PTG のエンクンクは使えないぐらいに本当に高いんで、それだったらこれで、まあこれでもめっちゃ強いので、作ってっていう風な感じで優先するべきこの S に入ったという風な形になります。100万の差は大きいですし、SBC なんです。コイン使わなくてもいけるんで、そういう風なところでいくと、やっぱ PTG の選手、PTG のエンクンクを使えない人からすると、まあ素材が多くゲットできてる現状の中ではエンクンク普通に作ってもいいのかなっていう風にも、感じます。まあっていう感じでですね、これが SBC の選手優先度のティアリストになります。まあまたですね、いろいろ SBC が出てきたら、作りたいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。